は MD ジャックです。先日の Amazon プライムデイでは思ったより欲しいものがあってつい色々買ってしまいました。うちにもお掃除ロボットが来たので愛ちゃんだったらきっとすぐ名前をつけるんだろうななどと思って見ていました。こんにちは、愛です。愛は悩みがあります。メイクが上手くなりたくて YouTube をいろいろ見ています。川北メイクの動画に結構ハマっているのとダーリオちゃんが好きでメイクも参考にしています。さて今回はどちらもあるご視聴者様からご紹介いただいたモデルのレビューです。やっと動画にできましたという感じで随分時間がかかってしまいました。最初に言ってしまうとどちらのモデルもかなりのお気に入りです。では早速見ていきましょう。HG サウンドハートミラーはハート型の外観とクロームメッキの鏡のような表面にちなんで名付けられたそうです。仏教用語ではハートミラーは純粋な心への比喩で、純粋な心はあらゆるものを照らすことができる鏡のようなもの、いわゆるハートミラーと言われています。高精度で型抜き可能な CNC でカットされた表面金型、高精度プロセスと手作業によるポーリング、そして熟練労働者によって仕上げられています。表面の最後のステップはエレクトロプレーティングです。私の印象では無駄のないデザインで仕上がりもとてもいいですが、綺麗すぎて指紋がつきやすいのがちょっと気になります。ウィーザー HE01 は新しくも古風な雰囲気を醸し出すデザインで一発で気に入ってしまいました。ケーブルもデザインの一部となっているためリケーブルはちょっと躊躇してしまいますが、付属のケーブルで特に不満もありません。樹脂と同色の金属フレームで構成され、片耳実測 3.9g でとても軽いです。ウィーザーの J アイデアデザインスタジオによるものだそうですが、このデザインは間違いなく愛ちゃんが食いつきそうです。ハートミラーは 10mm カーボンナノチューブドライバー搭載、キレが良く広域用 BA ドライバーにちょこちょこ見られる刺さるような響きではないのが好印象です。気に入った音だと思ってスペックを見ると CNT 搭載ということがよくあります。 HE01 はウィーザーのオリジナルのドライバーというのがすごいですね。詳細は上記の通りで販売ページからの抜粋になります。中華イヤホンは5000円以上のモデルだと箱も少し大きめで付属品も多くちょっと高級感があります。 HE01 のイヤピの収納の仕方に小さな工夫が感じられグッジョブです。ケーブルは1万円以上のクラスのモデルに比べるとワンランク下な感じもします。ハートミラー付属のケーブルは左右がここに表示されてはいますが見づらいので改善してもらえると嬉しいです。 HE01 の方はライトに赤のマークが記されておりちょっとした配慮が素敵です。装着感についてはわあミニーちゃん久しぶり。元気だった？元気だよ。愛も元気だった？元気元気。なんか今日はおめめがタイガースとドラゴンズ見たくなってるね。カラコンよカラコン、気分で変えなくちゃね。そっか、いいな。普通に喋ってるし、てか喋れるんだ、ミミーちゃん。この世界では何でもありなんだ。気を取り直して。ご覧の通りでミミーちゃんにフィットしていますが HE01 の方が若干厚みがありますのでハートミラーの方がフィット感はちょっとだけいいです。でも比較したらそうなりますというだけでどちらもフィット感はいいですね。このぐらいの大きさで収まってくれるとありがたいです。カラコン、愛も欲しいな。おい、レビューはどこ行った？だんだんおなじみになってきましたが、どちらのイヤピで音収録するかを決めるステップです。このところセドナイヤーフィットを使用することが多いので今回もそうなると思って波形を見ていたんですが、ハートミラーの低域がもともと控えめでファイナル E タイプの方が低域が残るのとボーカル曲で聴き比べたところ 6kHz 付近の視察音がちょっと気になり、この2つの理由から今回はファイナル E タイプで行くことにしました。聴き比べは大橋トリオ、ミルクとシュガー、デュエット with 上白石萌音で行いました。男性、女性を同時に聴けることとフィーリングがとてもあったためです。2種類のイヤピの印象の違いをもう少し分かりやすく表現するとセドナイヤーフィットに比べファイナル E タイプの方が広域が少し優しい質感になります。なのでよりはっきりした傾向の音質がお好みならセドナイヤーフィットという選択になります。声だけでなくブラスやストリングスの響きのニュアンスも変わるので好き嫌いというより傾向を知って使い分けることが曲の良さを引き出して聴くことにつながると思います。では音質比較動画です。We don't have to say goodbye, boy. Here's a number to myself so you can find me. 701-4243. You can call me anytime that you want. So just take my hand and pull me closer now. Cause I feel like you wanna make it all in that time. Can't help it, can't get out.
ラーは愛が張り切ってお伝えします。さっきまでカラコン言ってたくせに、ちゃんとできるの？できます。それに愛はカラコン持ってました。では返信します。どうですか？しかしまた派手だねどうも。なんかアンドロイドみたいだよ。過去動画では何回かこのカラコンつけてたんですよ。まだ無名の頃ね。無名って今有名芸能人みたいじゃんか。プチ有名でしょ。見てくださる方増えてるんだから。確かに。じゃあ頼んだよ。はい。では波形を表示します。波形も途中まで動画にしてみました。低域が揺れているのが確認できると思います。5秒間の平均を取った表示にしているのでゆったりしていますが、実際はもっと小刻みに波打っていて見づらいので見やすくしています。さて本題です。まず目につくのがハートミラーの低域です。ハートミラーは基準線に沿うようなカーブで低域が控えめとも言えます。HE01 の方が見慣れた低域のカーブですよね。音質比較動画でもキックの圧よりビーターのアタック音の方が目立っていましたし、ベースの下支えも控えめだと感じました。でも低域が不足していて物足りないとはあまり思わせないのがハートミラーのいいところです。HE01 はレベルも質感も申し分ないという印象です。ハートミラーと比較すると低域が強いように見えますが、実際は帯域バランスの取れたモデルだと思います。次に 300Hz から上はどちらもあまり減衰せずフラット系のカーブです。あまり減衰しないため 2kHz へ向かっての立ち上がりも速く、ボーカルが前に出やすい特性に感じます。2kHz より上のいくつかのピークは基準線から見て 4dB ぐらいしか咲かないことから、低域も含めどちらのモデルもフラット系の要素を持ちつつ、その範囲内で音作りをしています。2モデルのキャラクターの違いは主に3箇所、こことここだと見ています。ハートミラーは音場がとても広く感じますが、低域を抑えることで広域を邪魔せず綺麗に聞かせられること。その広域も 10kHz 以上でも1ピークあることでさらに繊細さを増しているように感じます。とにかくこの価格帯でこんなにバランスよく綺麗に響いてくれるモデルがあるなんて驚きです。激しいビートの曲はちょっと苦手かなと思いますが、だからといって EQ で低域を持ち上げたいとも思わず、中広域の質感と広がりを大事に聴きたいと思わせてくれます。HE01 はメトロチックなデザインから想像する音質とはちょっと違い、案外元気なサウンドに感じました。その元気の要素は1トンの部分で構成され、感度も高めなのでスマホ近差しでも2000化でも問題ないです。BA のような鋭い質感ではなく、ダイナミックドライバーのナチュラルな響きの中での活発さというニュアンスです。10kHz 以上の広域ではハートミラーほどの繊細さは感じませんが、6kHz 付近がしっかり減衰して視察音を抑えられているので、ボーカルがしっかり聴ける可愛くて素敵なモデルで、どのジャンルもこなすオールラウンダーだと思います。はい愛ちゃんありがとう。思ったよりずっとしっかり聞いてきたようだね。彼女の説明の補足があるとすれば、微ケーブルによってさらに繊細な音への飛躍が可能だということでしょうか。価格はありだとハートミラーが5000円弱、HE01 が8000円台でよく見かけます。どちらも手にしてほしいモデルですが、まずはハートミラーを聞いていただきたいですね。愛は HE01 を注文しますよ。こんなおしゃれなイヤホン放っておけないですもん。やっぱり食いついたね。そうだろうと思ったよ。まだお伝えしきれない部分はありますが、最低限の特徴はお伝えできたと思います。ということで HG サウンドハートミラーと Weezer HE01 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。